はい、今回はこのアバンテジュニアとサイクロンマグナムのボディを肉抜きしていきます。ミニ四駆のキットに使われるボディのほとんどは PS 素材か ABS 素材が使われていて、このどちらかの素材ならほぼ同じ要領で加工できます。最近はランナーの表記で素材が判別できるようになっていますね。では早速作業に入っていきます。まずはアバンテの方ですね。全体を眺めてどこに穴を開けるか決めるんですけど、今回肉抜きの場所としては鉄板のウィンドウを開けます。穴を開ける場所を決める時のポイントとして、例えば、ここに大きい穴を開けたいって考えた時に、ボディの表だけじゃなくって裏側も見てほしいんですね。そうすると裏にこういう障害物があって穴が開けづらい場所だったりするんですね。そういうこともあるので、場所を決めるときは、裏側も見ておいた方がいいですよっていうことですね。では穴を開けるウィンドウ天面に油性のペンで下書きをします。そこまで綺麗に書く必要はなくて、下書きがなくても問題ない場合もあるんですけど、特に最初のうちはこういう目安があった方がいいと思います。あまり際に寄せすぎない位置に線を引くのがコツですね。肉抜きに必要な工具といえばピンバイスですね。今回見やすくする目的で 2.5mm の少し太めのドリルを使います。これいずれもタミヤさんのものですね。ここから先は刃物を使うので、怪我に十分注意しながら進めてください。ピンバイスで穴を開けるときに注意するのが、置いたボディの上からドリルを立てればいいっていうことではなくて、穴を開ける面に対してできるだけ垂直に立てます。こうだと滑って危ないので、垂直を狙ってこうですね。で、ピンバイスを当てる場所なんですけど、書いた線の上ではなくて、線の内側に穴を開けていきます。上をなぞるのではなくって、内側に沿ってぐるっと一周穴を並べていきます。線の内側に垂直にドリルを立てて、ではゆっくり回していきます。穴と穴の間隔は狭いほどこの後の作業は楽になります。だいたい1ミリ以内の間隔が目安ですね。で、この開けた穴の間をニッパーでカットしてウィンドウ天面をくり抜きます。この工程で使うニッパーは刃先が細いものが向いていて、今回は太めの 2.5mm のドリルを使ったので、このニッパーでも対応できていますが、タミヤさんだと薄刃ニッパーがあるとはかどると思います。穴を全部つなげるとこんな風にくり抜けます。で、残ったデコボコはデザインナイフを使って鳴らしていきます。一応カッターナイフでも代用はできます。ただデザインナイフは小回りが効くので、この後のサイクロンマグナムも見てもらえるとわかると思うんですけど、肉抜きでピンバイスよりも重要っていうくらい活躍する工具になりうるんですね。なので普段からデザインナイフを使い慣れておくのが基本と考えていいと思います。
穴の両端は棒ヤスリで丸くカーブをつけていきます。使うのがタミヤさんのベーシックヤスリセット。これ小学生の時に小遣いで買ったものですね。ちょっと目詰まりがあるんですけど、未だに使っています。現在のヤスリセット中目に当たると思います。こんな感じで半丸型のヤスリを合わせるだけで綺麗なカーブが作れます。反対側の細くなっている方はベーシックヤスリセットの細めの丸型のヤスリですね。ではアバンテのウィンドウ、こんな感じに仕上がっています。特に最初のうちはこういう平らで広い面を選んで開けるといいと思います。使った棒ヤスリは半丸型がメインですね。こういう丸みのある穴は形に合った棒ヤスリを当てていくと意外と簡単に作れます。では続いてサイクロンマグナムの方も肉抜きしていきます。アバンテのウィンドウよりも細かい穴開けをしようと思っていて、まずここですね。ノーズの溝になっている細長い三角形のところと、リアカウルの角の折れ曲がっているこのくの字型のところの2箇所に穴を開けます。ここではこういうやり方もあるっていう応用編のような感じで見てもらえたらと思います。面積が狭いのでピンバイスのドリルもより細い1ミリのものを使います。ドリルをまた付け替えてもいいんですが、それに合わせてピンバイスも細いものに持ち替えて作業してます。ちなみに今回は1ミリのドリルだけで進めていますが、太い方のピンバイスにも 1.5 ミリあたりをつけて2本併用してもいいと思います。こういう細かい場所だったり、もともと型取りのある場所なので、ペンの下書きはせずに進めています。こんな風に先に角を開けて位置決めしておいて、先ほどと同じように穴を並べていきます。ドリルが細くなった分、穴をたくさん開ける必要があるので、根気は必要ですね。穴が小さいのでニッパーを使わずにデザインナイフでつなげます。で、そのまま大体の形を作ってしまいます。この段階で角をきれいに切り出しておくと、この後のヤスリがけが楽になります。
このくの字型の穴あけはナイフを入れる角度がポイントで、この斜めの角度に合わせて切り込んでいます。斜めに切り込んでいくことで、ここに広くくの字型の面ができます。裏側を見るとわかるんですけど、斜めに切り込むと厚みが適度に残ってくれるので、ここですね。強度の保持にも効果的ですね。棒やすりも同じように斜めに入れます。細めの半丸型を使っています。細くなっていて棒やすりが入らないところは紙やすりを使います。説明書きにもあるように、やすりの番号は少ないほど目は粗くなります。今回のようなプラモデルの加工目的なら400から800番ぐらいが使いやすいと思います。紙やすりってこうやって持って指の腹で磨くイメージがあると思うんですけど、どちらかといえばこう折り曲げて隙間に入れたりとか、紙の薄さや硬さをコントロールして使うことが多いですね。あと僕の動画でもたびたび出てくるんですけど、いろんなものに貼り付けて当て木にできるのも紙やすりの長所ですね。棒やすりだと断面が粗いと思った時に紙やすりで仕上げることになります。はい。ではマグナムの方も肉抜きしてこんな感じになっています。こういう開けづらい場所も工具の特徴をうまく活かすことで、どうでしょうか。なかなか綺麗な穴が開いたと思います。1ミリのドリルとデザインナイフ。棒やすりは細めの半丸型で、紙やすりは400番と1000番も使っていますね。初めのうちは400番、600番、1000番がセットになったものがおすすめです。で、最後に肉抜きといえば、メッシュが使いたくなりますよね。現在は手芸のお店でチュール、ハードチュールっていうものが安価で手に入ります。こういう明るい色もあるので、マシンに合わせて昔のドレスアップを楽しむのもいいと思います。ちなみに以前に肉抜きしたサイクロンマグナムを塗装している動画も上げているので、興味があれば今回の続きの体で見てもらえたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。